自分のオフィスに寄りまして、青山の、4階建てのビルの4階で打ち合わせをしてたんですけれども、はい、もうかつてない揺れに驚いて、もう道路にうちのスタッフ全員飛び出しました。それで、震源地が、三陸の沖だっていうことは分かったんですけれども、このメディアテークのことがすごく気になって、すぐ連絡を取ろうとしたんですが、全く電話はもちろんメールも通じなくて、翌日まで心配をしていました。ちょうど震災後3週間ぐらい経ったところで、うちのスタッフは2週間後にようやく来られたんですが、最初に来た時はもう車でしかもちろん来られなくて、仙台市内にも泊まるとこがないので、一番仙台宮城県の南寄りの、町で全泊をして、はい、それで朝来ました。7階へ行って呆然としましたね。本当に怪我をされた方がおられなくて、本当に良かったと思いました。だけ天井が落ちたにしては。5月の4日にここでこの1階で、市民の方とに向かって、小さなレクチャーをさせていただいたんですが、その時のその雰囲気っていうのは、本当に1回限りっていうか、皆さんがもう自分もしなくてはとかですね、そういうその気持ち、非常に何か高ぶった気持ちが空気として伝わってきて感動的だったんですけれども、それが6ヶ月経ち7ヶ月経つと次第に薄れてきて、あの時の気持ちをいつまで持ち続けることができるか、そしてまた、昨日そのレクチャーでシンポジウムで話したことなんですけれども、自分が当事者なんだと。で、自分が生きたい、どんな小さなことでも何ができるこの際自分はできることは何だろうか、そのことで何かできることを一人一人が活動していくっていうことが、日本が忘れていた個人主義からもう一度何か明日の日本を作っていくことにつながるんじゃないでしょうか。今日本はもう本当にみんななんか批判する人ばっかりになってしまって、誰かが何かをしようとするとみんなで足を引っ張るような、非常に空虚な社会になってしまっていて、それを脱することが、明日を作ることを、僕は明日の日本を作るには、それを脱して、いろいろ不満はもちろんあっても、それを批判するだけでなくて、じゃあ自分がどうすればそれを解消できるのかということへ向かわないと、本当にますます取り残されてしまうような気がしますね。3月11日というより、このメディアテイクがオープンした日のことを、10年以上前になりましたけれども、その日のことが僕の脳裏に焼き付いてるんですね。で、あれほど人生の中で感激したことがなかったので、なんかそれを思い出すと、3月11日があってもきっとまたメディアテイクはあの日の通りに生きていてくれるっていうかな、建築も生きているんだ、呼吸しているんだっていうことをこのメディアテイクほど思い出させてくれる場所はないので、今朝も来て朝の10時だというのにもうすごいたくさんの人が、
てくださって本当に感動的でした。忘れないためにというより僕は忘れませんということですね。はい